いい感じに盛れますね。はい。おはようございます。なすけです。今日は、7時に今朝起きたんですけれども、これから8時半に原宿の公園に集合で、その後、撮影とかずっと1日外出っていう予定があります。完全に僕は今寝坊してしまって、なんでこんな時間に起きてんのみたいな感じで、ちょっと寝坊してしまったんですけれども、最悪の気象。本当は朝いろいろやりたいなと思って、めちゃくちゃ今、本当はめちゃくちゃ今気持ちは焦ってます。笑ってんじゃない。ということで、一応、今日は、やっぱり外出するときっていうのは、エネルギーとかすごい切れがちなので、今回のテーマとしては、外出時の僕のプロテインのルーティンだったりとか、プロテインとか言いつつ、他のサプリメントとかも、外出時っていうのはいろいろ持っていきます。で、たくさんこの前、サプリメントルーティンって言って、持ってるのを見せたと思うんですけども、全部持っていくのはできなくて、ある程度やっぱり絞って持っていきます。なので、その絞って持っていく中で、どういうものがあるのかっていうのもご紹介しつつ、いろいろとプロテインを飲むタイミングだったりとか、どういうのを飲んでますよっていうのをご紹介できたらなと思います。ということで、今回はプロテインルーティンになります。これから、とりあえず朝のプロテインを飲んでいくんですけれども、そこも結構いろいろこだわってやっていきたいなと思います。それでは、レッツラゴー。はい。ということで、これからプロテインを飲んでいくんですけれども、僕が朝プロテインを飲むのは、マイプロテイン。僕はいつもマイプロテインを飲んでるんですけど、適当にお水を入れます。よくお水の量とか聞かれるんですけど、僕結構適当なんですよね。なんで適当なのかっていうと、適当って、おい適当にこうやって仕事をするとかそういう適当じゃなくて、適度な量に入れてます。でも、ほぼ目分量で入れてます。多い時はこんな感じで、調整をすればいい。とにかく調節をすれば、なんとかなるっていうのが僕の理論。それで、プロテインによって味の濃さとかって結構違うんですよ。なので、プロテインは一回飲んでみないとわからない。で、プロテインに対してお水がどのぐらいの体の役割を果たすか。お水をたくさん入れた方がよく吸収されるんじゃないかとか、そういう理由でお水を調整される人もいるとは思うんですけど、僕は基本、その吸収の面とか、プロテインを最大効率でとか、そこまでは気にしてないです。もう、味を全てこだわる。例えばこの抹茶とかだったらめちゃくちゃ薄いんですよ、抹茶の味が。僕は朝2杯飲むんですけれども、2杯だったらお水は少し多めに入れるみたいな。で1杯の時はちょっと薄めだけど、他の味、例えば僕が今持ってるクッキー&クリームとかの味は結構濃いので、ちょっと多めに水を入れる。抹茶2杯分ぐらいのお水を入れてもクッキー&クリームは濃いので、そんな感じで味によって結構僕はお水の量っていうのは調節します。じゃあちょっとプロテインを入れていきましょう。で、2杯入れたので締めます。このシェイクの仕方は本当に何でもいいのだから、テンションを上げられるようなシェイクを僕は絶対した方がいいと思う。朝いつもエネルギーがすごい枯渇してるって考えてます。タンパク質って、常に補充してないといけないのに、寝てる時間って結構長いじゃないですか。なので、長い時間を補えるように2杯分プロテインは朝絶対飲む。朝トレーニングやるときもあるけど、朝トレーニングやるときは起きたら1杯、トレーニング終わったら1杯とか。でも僕はこの後出かける用事があるんで、朝トレーニングしないときはだいたい2杯一気にポンって飲みます。今ちょっとコーヒーを飲みながらテンション上げてるんですけど、これからサプリメントを詰めていきます。とりあえずプロテインは2杯分ぐらい持っていきたいんですけど、分けて2杯分ぐらい持っていきたいので、午前中に撮影で午後にトレーニング、合同トレーニングの予定があるので、とりあえず午前中の撮影の後に1杯飲むよ。撮影もちょっと体を動かすので、やっぱやることによってプロテインっていうのは取り方変わってくると思うんですけど、基本持っていくものとか持っていく分量とかは一緒です。プロテインっていうのは非常食にも使われてたりしてて、めちゃくちゃ優秀。筋肉の分解も防いでくれるので、しっかりとプロテインをたくさん持ってっとくっていうのは大切なんですけど、このまま持っていけないじゃないですか。でかいから、とにかく。なので、これ1個、あとこれとても便利なマイプロテインのこの個別に入れられるやつ。これに詰めていきます。で、これに詰める内容は、プロテイン2杯目、こっちに1杯、で分けてこっちに1杯。僕のトレーニング前に多分ゴートで結構きついんで C4 のをトレーニング前に飲めるようにこのプレワークアウトを中に入れます。間違えちゃった
これで2個完成。あとはトレ中に飲む EAA を中にぶち込みます。 EAA はこれ2杯で1杯分なんで2杯。はい、これで3つ完成しました。とりあえず下から EAA、C4 をプレワークアウト、マイプロテインのプロテインっていう感じです。で、この中にプロテインが入ってると。これが僕の外出用のものになります。最近ちょっと飲んでるクレアルカリン、これはクレアチンと違ってローディングっていう作業がいらないです。ローディングってめっちゃめんどくさいんだけど、これは飲むだけで OK。ちょっとね、味がするよ。これでバッチリです。これで OK なんですけど、これから外なんで、結構いろんな時間の縛りとか飲むタイミングとかあると思うんですよ。なんで、そこでいかに自分の理想のタイミングで飲めるかっていうのがすごい大切になってきます。お水も僕は持っていくので、このでかいやつ。これはコンビニでペットボトルとか買ってもいいんですけど、僕はすごいケチなので、これを持っていくような感じになります。ということで、これから外出していきましょう。では、外出していくぞI'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what. ということで、今午前中の撮影が終わって、今10時半ですね。まだお昼まではちょっと時間があるんですけど、こういう時間帯に僕は結構プロテインを飲むことが多いです。さっき準備したプロテインを今飲みます。抹茶のプロテイン入ってるんで、こんな感じで作るっていうのが、結構楽ちんですね。はい、これ作れましたんで、とりあえずタンパク質 20g、 これは結構常にタンパク質を取り続けるっていうのはめちゃくちゃ大切です。今日の撮影は結構体を動かす系だったんで、その動画も後々アップします。それではまた移動しますんで行きましょう。はい、今 Y4 ジムに来て、これからトレーニングをやっていくんですけれども、とりあえずプレワークアウトを飲み EA を作ってトレーニングをしていきます。行きましょう。ということで今トレーニングが終わって、だいたい今18時ぐらいですね。ちょっと長めのトレーニングで合同トレーニングみたいな感じになってしまったんですけど、このトレーニング終わった後の外出時っていうのはプロテインがなかなかなかったりもするので、しっかりプロテインをここで取ります。どうしても食事の合間が空いてしまうと思うんですけど、そこの合間をなるべく埋めるっていうのはめちゃくちゃ大切です。なのでちょっとプロテインを飲みましょう。マイプロテイン。プロテインの補充は完璧です。で、もうこれからいろいろ撮影も終わって楽しい時間を過ごした。ゴートレやっただけなんですけどね。ゴートレの様子とかはまたちょっと別の動画であげたいと思います。では家に帰りましょう。レッツゴー。今お家に帰ってきてお風呂に入ってきました。ということでちょっと暗いんですけど、もう夜です。これが最後の一杯抹茶、ほら見て、抹茶のプロテインを入れました。今日は動画にも残した通り、外でプロテインを4杯ぐらい飲んだんですよね。朝2杯で外で2杯、帰ってきてまた飲むんですよ。僕普通に家にいる時はだいたい4杯ぐらいなんですよね。なんですけど今日は外出で、しかも外出でタンパク質が結構取りづらくて、で胸肉も今日外出で 200g しか食べてないので、ちょっと 40g ぐらい足りないと。タンパク質が 40g ぐらい足りないので、最後プロテイン2杯だ。今日は6杯ですね。たくさんこれで飲むのは良くないですけど、サプリメントっていうのは普段の食事を補うために取るようなものになるので、補うために目標の値に設定するために飲みます。優先度的には、リアルフードでやっぱ一番取るのがベストなんですよね。だけどその次にやっぱり栄養素を目標値まで満たすっていうのは大切なので、プロテインで満たしていきます。じゃあこれがラストになります。結構こんな感じ。絞り具合はこのライトを消すと、結構いい感じに盛れますね。はい
こんな感じです。絞りも結構順調かなっていう感じです。減量は今2週間ぐらいなので、外出時のプロテインルーティーンというか、プロテインの飲み方というかっていうのをご紹介しました。ぜひちょっと参考にしていただければなと思います。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。Like you, be strong to hold the powers of the sun.